2025年7月、宮内庁正倉院事務所がある発表をしました。正倉院に眠る香木、蘭奢待の炭素年代測定を行った結果、伐採されたのは772年から885年。平安時代初期です。でも、この発表を聞いた歴史学者たちは言葉を失いました。なぜか、封印の意味が改めて問われ始めたからです。2025年9月、同じ宮内庁の管理下にある伊勢神宮では、1300年にわたって続く式年遷宮の準備が進んでいました。20年に一度、神殿そのものを建て替え、神を新しい器へと移す。その異例の儀式が、今も国家的行事として行われている。まるで、時間そのものをリセットするための装置のように、宮内庁が守る2つの聖域、伊勢神宮と正倉院。一方は建て替えることで、もう一方は封じることで、1000年以上、形を保ってきた。どちらも、記録よりも継承を重んじる構造です。そしてその正倉院の中に、たった一つ、来歴を語る記録すら持たない宝物が存在する。それが、蘭奢待です。この香木には、奇妙な事実があります。正倉院に収められた経緯。その記録が、存在しないのです。いつ、誰が、どこから持ち込んだのか、全くわからない。正倉院に蘭奢待が収められた記録が、存在しないからです。いつ、誰が、どこから持ち込んだのか、全くわからない。1300年の歴史を持つ正倉院。9000点を超える宝物の中で、出所不明なのは蘭奢待だけ。おかしいと思いませんか？これほど重要な宝物の由来が、なぜ記録されていないのか。そして、もう一つ、不可解な事実があります。この香木を切り取った権力者たち、足利義政、織田信長、明治天皇。記録に残っているのは、この3人だけです。でも、実際の切り取り跡は38箇所、50回ほど切り取られたと推定されています。残りの47回は、誰が切り取ったのか。記録が、ないんです。なぜ、記録しなかったのか。いや、記録できなかったのではないでしょうか。今日、あなたにお見せするのは、1300年間、天皇の勅封によって守られてきた香木に隠された、ある仮説です。1574年3月28日、織田信長は、東大寺、正倉院から蘭奢待を切り取ります。一寸角、二個。当時、信長はこう言いました。一つは扇町天皇に献上し、もう一つは我らが拝領する。表向きの理由は、天皇への献上。でも、信長の本当の目的は、別にあったという説があります。蘭奢待には、伝説がありました。蘭奢待を持つ者、イコール殿下人。足利義政が切り取った。だから足利家が天下を取った。信長は、義政が切り取った部分の隣を、同じ大きさで切り取ったんです。これは政治的宣言です。足利家の天下は終わり、我が天下が始まる。でも、です。ここからが不可解なんです。信長は切り取った蘭奢待を、さらに細かく分けて部下たちに与えました。一国一城よりも価値のある褒章として。なぜ、信長はこれほどまでに蘭奢待を欲したのか。単なる権力の象徴。それだけでしょうか。天正2年石膏記という記録があります。そこには、信長が蘭奢待を切り取る際、東大寺の僧3人が立ち会ったと書かれている。なぜ、僧が3人も必要だったのか。監視のため。それとも、何か儀式的な意味があったのか。そして、信長が切り取った直後、ある噂が広まりました。蘭奢待を切り取ると、不幸が訪れる。この噂、誰が流したのでしょうか。実際、28年後の1602年、徳川家康は正倉院を調査し、蘭奢待の現物を確認します。でも、切り取らなかった。東大記には、こう記されています。切り取ると不幸があるという言い伝えに基づき、家康は何を恐れたのでしょうか。蘭奢待。この3文字をよく見てください。蘭の中に東、面の中に大、町の中に寺、東大寺。3文字の中に東大寺という名が隠されているんです。室町時代後期の公家、三条西実高の日記、実高後期にはこう書かれています。この人口は聖武天皇のもので東大寺と申すべきだが、滝仏であるため縁起が悪い。
だから、東大寺という文字を込めて蘭奢待と称する。縁起が悪い理由は、なんと焼き討ち。1180年、平重衡による東大寺の焼き討ちです。だから、東大寺という名を直接使えない。文字の中に隠した一見納得できる説明です。でも本当にそうでしょうか。蘭奢待という名前が文献に初めて登場するのは1367年。それ以前、この香木は王宿香と呼ばれていました。つまり600年以上も正倉院に収められていたのに、突然名前が変わったんです。なぜこのタイミングで。そしてもし単なる言葉遊びなら、なぜこの香木だけにこんな特別な名が付けられたのか。正倉院には他にも貴重な香木があります。でも暗号めいた名前がついているのは蘭奢待だけ。ここに何か隠された理由があるのではないでしょうか。考えてみてください。もし東大寺という名を隠す必要があったのなら、最初から別の名前にすればいい。わざわざ文字の中に東大寺を埋め込む必要はないはずです。むしろ見る人が見ればわかるように作られている。これは暗号です。何かのメッセージが込められているのではないでしょうか。ここで最も不可解な事実に触れます。蘭奢待の伝来について記録がない。これは正倉院宝物の中で異例中の異例です。756年、光明皇后が聖武天皇の八重品を東大寺に奉献して以来、正倉院に収められた宝物にはすべて来歴があります。誰がいつどこから持ち込んだのか、献納品目録東大寺献物帳に詳細に記録されている。でも蘭奢待だけは違う。全く記録がないんです。いくつかの説があります。永久4年1116年、建作院の並び蔵が老朽化したため、宝物が正倉院に移された。この時蘭奢待も移されたのではないか。延暦24年805年、佐原の巫女の御霊鎮めで用いられた名香が蘭奢待ではないか。唐から帰徴した藤原の門の麻呂が持ち帰ったのではないか。天平正法4年752年、東大寺大仏海岸会の際に収められた。でもどれも推測の域を出ません。そして2025年の炭素年代測定で説算は完全に否定されました。772年から885年に伐採された木なら752年の海岸会には間に合わない。つまり誰も蘭奢待がどこから来たのかわからないんです。ここで一つの可能性を考えてみましょう。もし記録が失われたのではなく最初から記録されなかったとしたら、いや記録できなかったとしたら、なぜ記録できなかったのか。それは蘭奢待の正体が公にできないものだったからではないでしょうか。2024年度、宮内庁正倉院事務所がある調査を行いました。蘭奢待の脱落片を使った成分分析です。脱落片というのは幅約1ミリ、長さ数ミリのごく小さなかけら。これを高砂光陵工業株式会社の協力のもと、ガスクロマトグラフィーで分析したんです。そして驚くべき成分が見つかります。ラブダナムシスタスという植物から取れる天然香料です。調香師は蘭奢待を加熱した瞬間、こう証言しています。経験したことのない独特の香りが立ち上った。ここが重要なんです。蘭奢待は東南アジア産の人工とされています。ベトナムやラオスの山岳部で採れる木。でもラブダナムは中東の香料なんです。地中海沿岸で採れる。なぜ東南アジアの木に中東の香料成分が含まれているのか。この中東由来の成分という点、実は今考古学の世界でも奇妙な一致が報告されています。2025年5月、日本の研究チームが AI による地形解析を使って和歌山県の山中から未発掘の古代航路跡を発見しました。航路の残留物からはなんと中東地中海沿岸の香料成分ラブダナムと極めて近い分子構造が検出されたと報告されています。つまり中東の鉱が東南アジア産の木に混じり日本にまで届いていた。それは単なる交易ではなく意図的な調合技術だった可能性があります。AI が見つけた航路の跡と1300年封印された香木、
現代の科学が封印の内側を覗こうとしている。けれどその先を覗こうとすると必ず沈黙が訪れる。まるで何かに触れてはいけないかのように。偶然でしょうか。それともこの香木には何か特別な処理が施されているのでしょうか。ここで一つの仮説を提示します。もしランジャタイが単なる香木ではなかったとしたら、複数の香料が意図的に混ぜられていたとしたら、それはある目的のために作られた人工的な香木だったのではないでしょうか。古代の香料技術は現代よりもはるかに進んでいた可能性が指摘されています。エジプトのキフという香料は16種類の成分を混ぜて作られた。インドのナワラトナは9種類の宝石と香料を調合した飛薬。もしランジャタイもそうした調合香木だったとしたら、誰が何のために作ったのでしょうか。1997年、薬師学者の米田海介が調査を行いました。ランジャタイには38カ所の石膏の跡がある。しかも繰り返し切り取られた痕跡も見られる。米田は推定します。過去に50回ほど切り取られている。でも記録が残っているのはたったの3カ所だけです。足利義政、織田信長、明治天皇。残りの47回は誰が切り取ったのかわかりません。記録がないんです。いや、記録が消されたのかもしれません。考えてみてください。正倉院は勅封という制度で厳重に管理されている。天皇の許可なしには絶対に開けることができない。それなのに50回も切り取られている。そしてそのほとんどが記録されていない。これは何を意味するのか。もしかして記録に残せない人物たちがランジャタイを切り取ったのではないでしょうか。例えば天皇家の内部、あるいは朝廷の中枢。公にできない理由でランジャタイを必要とした人物たち。正倉院に収められた当初、ランジャタイは約 13kg あったと推定されています。現在は 11.6kg、1.4kg が失われているんです。記録に残っている切り取りだけではこの量を説明できません。つまり記録されていない切り取りが大量にある。そしてそれを記録できない理由があった。なぜか。ここで勅封という制度についてもう一度考えてみましょう。756年から現在まで1300年間、正倉院の扉は天皇の許可なしには開けられません。年に一度、秋の2ヶ月間だけ、天皇の勅使が立ち会い、封を解く、宝物の点検が行われる。そして再び、天皇辞書の封紙で施錠される。これが開封の儀と閉封の儀です。でも、なぜ、ここまで厳重なのか。単なる宝物の保管なら、ここまで厳重にする必要はありません。勅封という制度は何かを守っているんです。いや、何かを封じ込めている。ランジャタイという名前に東大寺の文字を隠したように、正倉院そのものが何かを隠しているのではないでしょうか。正倉院の北総は聖武天皇、光明皇后ゆかりの品を収めることから早くから厳重な管理がなされていました。開封には必ず勅使が立ち会う。平安時代から事実上の勅封だったんです。でもランジャタイが収められているのは中層です。中層が勅封層になったのは平安時代中期、北宋よりも後なんです。なぜ中層を勅封にしたのか。もしかしてランジャタイを守るため。いや、ランジャタイから何かを守るため。考えれば考えるほど不可解です。2025年、史上初めてランジャタイの香りが再現されました。高砂香料工業の調香師が成分分析と自身の嗅覚を頼りに香りをよみがえらせたんです。その香りは白檀に近いがもっと奥行きがある。スパイスのような、甘みのような、古めき静かと表現される香り。大阪歴史博物館と上野の森美術館で開催された正倉院ザ・ショーではこの再現された香りを実際に体験できました。来場者の一人はこう感想を述べています。時を超えて伝わる何かを感じる香り。その何かとは何でしょうか。香りというのは不思議なものです。見ることも触ることもできない。でも
記憶と直結している。ある香りを嗅いだ瞬間、何十年も前の光景がよみがえる。これをプルースト効果と呼びます。もし、ランジャタイの香りがある特定の記憶を呼び起こすように作られていたとしたら、それはどんな記憶でしょうか。古代の儀式、失われた文明、それとも誰も知ってはいけない何か。調香師はランジャタイを加熱した時、経験したことのない独特の香りと証言しました。つまり、現代のどの香料にも該当しないデータベースにない香り。これは何を意味するのか。もしかしてランジャタイの香りは失われた技術で作られたのではないでしょうか。そしてその技術を持っていた人々はもうこの世界にいない。ここまでの事実を整理しましょう。ランジャタイの伝来について記録がない。名前に東大寺という暗号が隠されている。50回ほど切り取られているが、記録は3回分しかない。切り取ると不幸が訪れるという言い伝えがある。中東の香料成分ラブダナムが含まれている。1300年間、天皇の勅封によって守られている。これらの事実から一つの仮説を導き出すことができます。ランジャタイは単なる香木ではない。ある特定の記憶を呼び起こすために作られた記憶の鍵だったのではないでしょうか。古代において香りは単なる嗜好品ではありませんでした。儀式に使われ、神々との交信に使われ、死者の魂を導くために使われた。エジプトのミイラ作りには何十種類もの香料が使われました。インドの寺院では特定の香りを焚くことで瞑想状態に入ります。もしランジャタイがある特定の状態、例えば記憶の扉を開くために作られていたとしたら、それを使える人間は限られていたはずです。だから天皇の勅封、だから記録がない、だから名前に暗号が隠されている。そして権力者たちがこれほどまでに欲した理由も説明がつきます。彼らは単なる香木を求めたのではない。ランジャタイの香りによって何かを思い出そうとしていたのではないでしょうか。ここまで話してきた仮説、もちろん学術的には認められていません。けれど沈黙は今に始まったことではありません。2025年10月、奈良文化財研究所が正倉院宝物の追加分析計画を発表しました。ところがその発表の中で奇妙な一文がありました。一部の宝物については分析を見合わせる。対象名は公表されず、理由は文化的配慮。この言葉が静かに波紋を広げました。これが単なる偶然なのか、それとも触れてはいけない何かが存在するのか。さらに同じ月、国立科学博物館が AI 画像解析でランジャタイの断面に人工的な層構造がある可能性を指摘しました。公式コメントでは光の反射による見え方の違いとされています。けれどもしそれが加工の後だとしたら、現代の技術が真実に近づくほど情報は曖昧になっていく。それはまるで今も続く勅封のように知る者を沈黙させる力が働いているかのようです。そしてここでふと疑問が残ります。なぜ学会はこの謎を追求しないのでしょうか。ランジャタイの伝来が不明なこと、記録が存在しないこと、50回も切り取られているのに記録は3回分しかないこと、これらは明らかに異常です。でも正倉院を研究する学者たちはこの点について深く追求しません。なぜか。一つの可能性があります。追求してはいけないから。宮内庁が管理する正倉院、天皇家に関わる宝物。もしランジャタイに何か隠された秘密があるとしたら、それを公にすることは許されないのかもしれません。2025年の炭素年代測定、成分分析によるラブダナムの発見。これらは宮内庁正倉院事務所自らが発表しました。でもなぜ中東の香料成分が含まれているのかという疑問には答えていません。なぜ伝来の記録がないのかという疑問にも答えていません。沈黙しているんです。もしかして答えられないのではなく、答えてはいけないのではないでしょうか。今も正倉院の西方向にランジャタイは眠っています。長さ156センチメートル、重さ 11.6 キログラム、38箇所の切り取り跡、そしてラブダナムの香り。この香木は本当に何なのか、誰が
なぜ作ったのか。なぜ記録がないのか。なぜ天皇の勅封によって守られているのか。すべては謎のままです。でも、一つだけ確かなことがあります。1300年間、誰もこの謎を解明していない。いや解明できなかった。そして今、ようやく私たちは気づき始めています。蘭奢待とは、香りという形で継承された祈りの記録なのではないか。火を灯すたびに立ち上る香りは、その時代を生きた人々の記憶、願い、そして恐れ。つまり、記録ではなく記憶で継がれた歴史なのかもしれません。だからこそ、文字にも言葉にもできなかった。香りという非言語の記録でしか残せなかった。それを封じ込めてきたのが、正倉院という時の陽気だったのです。つまり蘭奢待とは、単なる香木ではなく、日本という文明そのものが1300年かけて守り続けてきた精神のデータなのかもしれません。それを、あなたはどう受け止めますか。蘭奢待は、単なる香木でしょうか。それとも、私たちが知ってはいけない何かを封じ込めた、記憶装置なのでしょうか。答えは、誰も知りません。けれど確かに存在し、今も香り続けている。だからこそ、人は惹かれ続けるのです。このチャンネルでは、古代文明に隠された謎を探り続けています。正倉院には、蘭奢待以外にも説明のつかない宝物があります。なぜ1300年もの間、完璧な状態で保存されたのか。勅封という制度は、本当に宝物を守るためだけのものなのか。そして、9000点の宝物の中に、蘭奢待と同じように記録のない宝物は他にもあるのではないか。もし今日の話があなたの心に引っかかったなら、ぜひ他の動画も覗いてみてください。チャンネル登録と高評価で次の禁断の謎に一緒に踏み込みましょう。ご視聴ありがとうございました。また次の禁断の古代ミステリーでお会いしましょう。